僕のターニングポイントについてお話しします。僕は大学卒業して日用品のメーカーに営業マンとして入社をしたんですけど、実際は2年弱ぐらいで辞めてしまうことになったんですけど、その辞めた理由がちょっと忙しかったと。忙しくて、終電も超えるようなタイミングがあって、そんな時にたまたま本当に友人、その会社の同僚とキャンプに行って、本当になんかメールに返信しなきゃいけない、何時までに発注しなきゃいけない、もう常に電話が鳴る、常に時計を気にしなきゃいけないっていう東京の生活がもう僕の人生の全てだって思ってしまってたものと全然違う時間軸のものがそこにはあって、その存在にすごく僕自身が救われて、これって僕みたいにモヤモヤしている人って多分たくさんいるから、その人にこそこういうキャンプもっとやってもらいたいって会社を辞めて飛び出しちゃおうというふうになったのが、僕が今のこの仕事を始める一番最初のターニングポイントでした。いても立ってもでしたね。でも100万とか準備して決断はしましたけど、大変でしたね楽なことはもう多分一つもなかったと思いますね。やっぱ最初全然食えなかったですし、脱サラをしてキャンプの世界でフリーランスとして生きていこうと思ったんですけど、言ってもキャンプ歴でも1年とか2年とかない中、全然経験値もないし実力もないんで、最初はそのキャンプ場を巡りながら47都道府県キャンプ旅をするみたいなことをやったりとか、キャンプ場でアルバイトをさせてもらって、キャンプ場の仕事ってどういうもんなんだみたいなものを経験させてもらいながらいろいろ転々と旅をしてたりもしたんですけど、とにかくお金はなかったですし、貯金を切り崩しつつバイトしてキャンプ場代をタダにしてくださいみたいなものもいろいろオーナー伝いでそういうふうにやらせてもらったりもしましたし、お金を稼ぐ方法は何なんだろうっていうのも同時に考えてはいて、ウェブ上にキャンプの初心者向けの情報が全然なかったんで、それを発信をして、ブログを書き続けて、それの広告収入を生むとか、そういうことも同時並行ではやってはいたんですけど。僕が24歳ぐらいで脱サラをして、この世界に入って、もう正直最初の 2,3 年は本当に苦しくて、もう向かい風ビュービューの中でも自分やりたいことがあるからなんか漕ぎ続けてきて、それこそ続けていくことによる信頼度が上がることもすごくあったなとは思っていて、なんとか進んでいくうちにキャンプがブームになったりとか、そういう世の中の追い風もありつつ、その追い風に乗りながらもかつて反対してた方も考え方を変えて、そういうふうに思いを持ってやってるんだったら応援するよというふうになっていくタイミングが数年前ぐらいから起き始めたりはしたので、やっぱり最初は何だって大変だと思います。逆に大変じゃなかったらもしかしたらあんまりそこに価値はないのかもしれない。だから応援してくれる方増えていってます。本当ありがたいことに僕の仕事の幅が広がってるのも、いろんなクリエイターさんとかといろいろ仕事したりとかってできるようになってきたのはやっぱり年々増えてはいて、でもそれってやっぱり過去にちゃんと自分が種まきみたいなやってたんだなって後ろ振り向いて思う瞬間もあるんで。自分でも振り返って勇気あったなと思います。今それやれって言われたらできないような気がします。人によると思いますけど、もちろん30超えてビッグチャレンジするのも全然いいと思うし、できる方はいるとは思うんですけど、辛さが見えないからこそバーンと飛び抜けられて大変でありたいと思ってます。なんかあんまり自分の特性みたいなもんですけど、ぬるま湯にずっと使ってなんとなく過ごせればいいやっていう感じでは自分はないんで、それがある意味自分にとってのやりがいだったり生きがいだったりするんで、僕じゃなきゃ達成できなさそうなことをこれからも見つけたり、僕だからこそ世の中に貢献できそうだなって思うことをこれからもやりたいなと思ってますね。